こんにちはこんにちは、木下優香です。今日はね、はい、皆さんちょっと今お気づきの方もいらっしゃるかなと思うんですけど、木下優香完全に風邪をひきました。私ね、ほんとあんまり風邪ってひかないんですよ。で、なんでかっていうと、それはね、私あんまり家の外に出ないですからね、あんまウイルスをもらうことがないんですよね。でもだからね、人がたくさんいるところにちょっと行こうもんならすぐもらっちゃいますね。でね、この風邪ね、今日ひいたわけじゃないんですよ。もう多分ひいて今日で多分4日目ぐらいなんですよね。で、私はこの4日間大食いの動画を撮れたのないわけです。ロンをお風呂に入れる動画を撮りましたけど、でも大食い動画を撮れんからね、暇なんですよ普段やれてなかったゴムとかをちょっとやったりしましたね。でもこんなことに違うか、自業自得違うかなんだ、この風邪ひく前に動画何本か撮って素材はねちょっとあったんで、ちょっと何本か出せてはいたんですけど、もうね切れたんですよ。風邪だけど風邪なりの動画を撮ろうと思って。なんで今日は皆さんごめんなさい、大食いじゃないです。私が風邪をひいた時にやってよかったことっていうライフハック的なやつを今日やりたいと思います。なんだこのチャンネルは。で、今回ねすごい風邪にめっちゃいいものを私見つけたんですよ。で、それはですね、今日これをちょっとここでね皆さんにこの情報をお教えしたいと思います。みんな私の動画見てない人に言っちゃダメだよ。内緒だよね。ロンが来たよ。はい、ロンです。お風呂に入ってからほんと気抜けんことになったじゃん、ハニージンジャーレモンティーです。ちょっとね、声張らんとこ、やめとこ。悪化するかもしれんこの私のいつもの耳をつんだくようなボイスはちょっと皆さんにも私にも悪いですね。じゃあ何のためにいつもあんなに声を張り上げてるのかちょっともうよくわからないですけど、はい、よう喋れます。本当風邪ひいて熱あるんですけど37度台なんですよ。で、たまに36度後半に下がったりするんですよ。でもすぐまた37度に戻ったりするんですよね。熱がブワーって上がらんからちょっと治らん疑惑ありますね。はい、というのはいいとしてですね、これねマジで効きます。ネットで私ねいろいろ生姜湯がね好きでもあり、風邪の時には必ず飲んでいたんですよ、小さい頃ね。もうね、風邪をひくとねお母さんが生姜湯を作ってくれるんですよ。もうその生姜湯がね美味しくて私は普通に好きでした。風邪の時飲むっていうか普通に好きでした。ネットで喉風邪に効く飲み物っていうのを調べたらいろいろ出てきたんですけど、それを自分なりに結構組み合わせて完成させたレシピです。レシピとかいうほどのものじゃないですけどね。はい。で、まずは生姜の皮を剥きます。生姜の皮はねこうやって剥くの大変じゃないですか。ほら、スプーンでねやるとめっちゃ簡単ですよ。私ね生姜の皮ごと使っちゃったりすると困るんですけどね、今回はね動画にするんだからね、どうせならちゃんと皮を剥きましょうという。結構ほんとねすごい楽ちんに剥けますよ。ちっちゃいからね包丁で剥くのねちょっと大変なんですよね。生姜がちっちゃくなっちゃう、皮を剥いたせいで。ピーラーでちょっと怖いしね、逆に怖いよね。ピーラーって綺麗に剥けるけど、やっぱ野菜はさ自然に生まれてきたものだからそれぞれね形がね違うもんね。ありがとう野菜、日々ね野菜やら何やらそういうのにね感謝して生きないといけないですね。もうね、もうスプーンだったらこうやっても大丈夫やから、お子様も安心して作れますね。ママが風邪ひいた時とかに作ったらいいと思いますよ。私もうね自分の子供がそんなことしたらもう泣いちゃうロンがこれしとったらいや泣くってか驚くわおもろってなる猫の恩返しってなる。毛だらけになってそう、ロンがやったらロンありがとうって言いながら、でも毛がねーって言ってもうかな。でもロンがやってくれたからやってないけどね全部今の妄想の話やばい。どうした本当に。これも風邪のせいかな、ウイルスの仕業かな。最近さでも風邪ひいとる人多いよ。やっぱ寒暖差激しかったりするからね、皆さんも気をつけてください。風邪をひいた時はぜひこれを飲んでみてください。はい、だいたい剥けました。ちょっと少々残ってますけど気にしない。皮も栄養で、レモンは輪切りにしておきます。ぶっといって思ってるでしょ。でも別に薄く切らなくてもねいいと思うんですよ。ポットに入れちゃいますからね。
で普段ね私この1リットル入るポットで作って、これにこの冷めないやつに入れて飲んでるんですけど、今日は分かりやすいように透明なこの可愛いポットを使います。はい、じゃあね、ちょっと恐ろしい生姜すりおろしの時間です。これ本当に怖い。私案の定ね、生姜をすりおろしとって指をすりおろした。これね、ここですね。皆さんこれだけは気をつけてください。でもチューブもあるじゃないですか。で私ね、チューブで生姜がなくなってチューブも使ったんですよ。チューブがねあんま効かんくって、こんな違うものかってちょっとびっくりしましたね。でもさ、生姜ってさ、さっさとすりおろしましょう。ちょっとね、飲む分だけすりおろします。はい、すりおろせました。はい、じゃあ紅茶を入れていきます。見てください。この茶葉、お花入っとって可愛いでしょ。茶葉はね、何でもいい、何でもいい。入れちゃった、間違えちゃった。紅茶はね、高温の方がよく出るので、一旦これお湯を入れて器を温めます。器じゃない、ポットを温めます。でこれはね、もう一回もう捨てます。もう一回沸かしてもいいし、どっちでもいいです。じゃあもう座らんとこで茶葉を入れます。でレモンも入れます。この中にはい。でここにお湯を入れます。で5分ほど蒸らします。これもね、もう見た目が可愛いいいけどさ、やっぱり温度が下がらんやつで作った方がうまく作れると思いますけどさ、この服腕むっちゃ太く見えんこの切れっぱなしみたいなやついけんね、そんな気がする。気のせい。5分待ちます。はい、いい感じの色になりました。はい、ここに入れます。本当やったらこの温度が冷めにくいカップでちびちび飲んでるのが最高にいいと思います。でもこれ皆さんにね、今日見やすいようにガラスのコップを使います。美味しそう。うっそや、これこんないい感じのやつをセンターで撮ってなかっためっちゃ美味しそう。いい香りでですね、ここにこの生姜さんを入れます。結構ね、たっぷり入れてもいいと思います。私的にはあんま変な味になるとかなかった。辛すぎとかなかった。でですね、これではまだ飲めないんですよ。飲めるっちゃ飲める。いやでもちょっと飲んでみよう。はい、生姜のね、辛いやん、生姜って生姜の辛みが美味しいわ。でもこれでも飲めるっちゃ飲めるんですけど、喉のためにもう一つ必要なものがあるんですよ。それはですね、じゃん、蜂蜜です。この蜂蜜をもうね、結構入れます。でも喉にいいから、で甘いの私はね好きやから結構大量に入れます。この辺はでもお好みですよね。でなんか生姜とね、蜂蜜両方入ってると、蜂蜜だけよりもなんか甘さが増す感じがするんですよね。甘辛いかな。もうちょっと入れよう。はい、最高。もう最高バランス。これでね、完成なわけです。美味しいんだけどね、ほんと透明なグラスで作っちゃったから、もうグラスが熱い。美味しい。生姜が効いとって、もうほってりとした蜂蜜の甘み、本当に喉に効くと、はい、喉痛ーってなっとって、これを飲む前までは痛ーって感じだったんやけど、飲んだら結構即効性で良くなりました。この紅茶の温かさなのか、生姜なのか、蜂蜜なのか、どれが大活躍してるのかよくわかんないんですけど、で味もね、私は大好きなんですよ。すごい、もうレモンも生レモンだし、生姜も生ですりおろしとって、めっちゃ飲み物として超美味しいです。で私これ本当にね、思った。彼氏できたら作ろうってこれね、すごいめっちゃいい女感ありますよ。好きな人とか狙ってるじゃないわちょっと可愛くない言葉が出ちゃいますね。ちょっと好きな人とかがいて、ちょっと風邪気味なんだよねとか言ってたら、これを作ってさ、水筒可愛いっしょ。いい感じの女の子っぽいでしょ。これをポットにこれを作っていって、で生生姜はね入れとったらいけんの。どうしたらいいのかな。タッパーに入れたらいいのかな。ちょっと貧乏くさいかな。どうかな。可愛いタッパーに入れよう。可愛いタッパーに入れるときは大丈夫。可愛いタッパーに生姜すったやつを入れて、この紅茶すごい喉にいいから飲んでって言って、蜂蜜だな。本
本人の分量次第だからなじゃあ使い捨ての蜂蜜つけたらいいと思います。これにねお好みで蜂蜜を入れて、この生姜ちょっとねすりおろしてきたんだよね、朝一でみたいな可愛くないなね、ちょっとボイスが病人すぎる。病人を介護する側の演技をしているのに、ちょっと飲んでって言って持って帰ってもらってもいいです。この場で飲んでもらってもいいです。喉にマジで効くから、その人といい感じだったらめっちゃポイント上がるだろうし、いい感じでなかったとしてもすごく物知りなおばさんだなって私やないかいおばさんってみんなおばさんじゃないですよねっていう、とにかくもうねマイナスはあまりない。いやあるかな、生姜のすりおろしてちょっとキモかったりするかなわかんないです。それはキモいとか言うような男の人はねひどいから、もう知らん。でとにかくねマジでこの、紅茶ハニーレモンジンジャーティーがすごく効きます。ちょっと待って、全部一回頭の中で紅茶とレモンと生姜とみたいな感じで英語に変換せんといけんから時間かかりますね。美味しい。多分ね生姜と蜂蜜の組み合わせの味が好き。でもね多分ね冷たいで飲んじゃね、飲んでないか分からんけど糖分が効くのかな。なるほど、ホットで飲むのがとにかくいいと思います。冷めないやつに入れて飲むのがいいと思います。これちなみにねこれ韓国でこれ買ってきたんですよ。トムズコーヒー。韓国には結構ありますよねこのカフェで。結構さこのサイズのこの冷めないやつすごく欲しくって私あんまね見つからんくって、韓国でプサンやったかな、ホテルに泊まったらホテルの中にこのカフェ入っとって行ったらこれが売っとってもうつい買っちゃいましたね。朝一でみんなが忙しい時間にこれだけ買いたいっつって買っちゃいましたね。はい、迷惑、ただの迷惑で、私これさこれ今日気づいたんよ。風邪もう4日目になって気づいたんやけど、これさ有機コーディアルジンジャーです。ジンジャーなんやって今日気づいてこれもだから温めて飲むとこれほどじゃないと思います。これもねいいです。でそして私はもう風邪の時はね果物を大量に食べていましたね。もう果物を食べても足りないっていう感じでしたね。はい、でちょっともう風邪はね悪化しちゃいけんなと思って、熱が37度とかだからそんなにあれじゃないんですよ。編集とかはできるレベルなんですよ、ね、やっぱ大食いってちょっとスポーツみたいなところがあるんですよね。で2時間ぐらい1時間ぐらいかな食べ続けるから、あんまり体に負担になってもいけないしなと思って、で食べた後もでも消化にねエネルギーを使うのね。あんまりちょっと普段の自分じゃないから怖いなと思って今は控えてますね。でもね今日治ってほしい、マジでお願いします。でね皆さん風邪薬を飲みましょう。私ね薬をね飲むのがあんまり小さい頃からしてこなくってね、小さい頃はお母さんが薬が嫌いな人で薬を飲ませてもらえなかったんですよ。もう基本的に自然治癒でいこうみたいな感じのお母さんやって、すごいね小さい頃は粉薬なんか紙に入ったオレンジ色の粉薬みたいなのがすごい美味しそうに見えてめっちゃ羨ましかったんやけど、で大人になってからはね薬がねあんまり好きじゃないです。やっぱ薬を使っちゃうと薬に頼ることになるじゃないですか。自分の体で乗り越えられないんですよねその風邪を。だからあんま良くないんじゃないかなと思って、もしまたその風邪が来た時にまたこの薬に頼らないといけないっていうのは悔しいですからね。基本的に飲まないようにしたいです。だからあんまりね自分の生活の中に薬を飲むっていう習慣がなかったんですよ。でもだからおかげでね本当に風邪ひきにくいし、私家から出らんせいかもしれんけど、でもあんまり結構ちゃんと毎日働きに外に出ていた時とかもそんな風邪ひくこととかなかったし、もう逆に引け今日は休みたいんだ引けっていう日もあったぐらいやって、あんまりでも風邪もひかないんです私。すごいもう体だけはねマジで丈夫優れてると思います。でさっき大食いって多分めっちゃ体力使うと思うって言ってるじゃないですか。また戻るけど話が今日もうご飯食べるやつができんから、ちょっと喋っちゃうわ。でね私なんか知らんけど背中むっちゃ筋肉がついとるんですよ。で私昔でギャル曽根ちゃんのテレビを見よったら背中大食いの時人って背中がめっちゃ熱くなって燃えてるらしいんですよ。温度がさ色で見えるカメラみたいに撮ったら背中だけすごい熱くなるらしいんですよね。だから背中の背筋すごいのかなと思って。自分でさ見えんじゃん普段背筋なんて。私本当にね全く運動何もしてないんですよ。自転車が好きだから自転車に乗るくらいで言っても本当に30分もならんし、その辺ちょっとうろうろするだけなんですよね。なのにこう背中
盤に筋力がついてるというのに、最近ボルダリングの映像を見て自分でびっくりしました。ちょっとほんと自分に驚くことが多すぎるほんと最近めっちゃ驚いたのは泥酔動画ですよね。あれはね、マジで私ね、あんまり酔っ払ったからって言って記憶なくなったりしないんですよ。でもあれを撮ってる時の記憶もね、あるようなないような感じなんですけど、普段と一緒ですね。私は普段の記憶もあるようなないような感じだから、そんなにお酒飲んだから記憶がなくなるっていう感じじゃないんですよ。で、あの時もこう撮ってる時、もう自分はまともな行動をしていると思っていたんですよ。で、さすがに眠った時は本当に意識が飛んでいたから、あの時の記憶はないんですけど、もう気づいたらこうふって寝てたから、だから自分は本当動画撮ってる時はめっちゃまともにやってるって思ってたんですよ。で、編集した時に見た時にマジでびっくりしました。で、こんなかと思って。でもなんかもうある意味この動画撮れないなと思って。で、なんかコメント欄とかでもすごいありがたいことにまた見たいって言ってくれた人とかおったんですけど、もうまた見れないです。もう次やったら多分ちょっと酔ってる自分を意識しちゃう気がするし、自分は酔うととんでもないぞっていうのが多分もう分かってるからちょっと意識すると思うし、で本当にあんなに酔うことないんですよ。普段自分で飲んでたら。私お酒に強いわけじゃないんですけど、もう記憶がなくなったりとかめっちゃ泥酔したことってあんまりないんですよね。泥酔したい記憶がなくなる前にもういらんってなるんですよ。お酒飲むの好きなんやけどもういらんってなって冷めるまで飲まないんですよね。もうそういらんってなったらノンアルコールドリンク飲んで、冷めてきたらまた飲むみたいな感じなんですよね。だからちょっともうあの動画はね、もう私的にはもう二度と撮れないかなと思います。いや、いいですね。自分のさ、この映像をさ残すっていうのはさ、YouTube をやっとるからやっぱ意識的にたくさん出すじゃないですか。普段の思い出作りとかいうレベルじゃなくって、私なんか毎日投稿だから、もう毎日の積み重ねがどんどん記録として残っていくから、絶対にね何年か後に見た時にどう思うのかな生き恥や人生の黒歴史と化すのかな、分かんないです。もうどっちにしたって自分がやったことですからね。黒歴史にならないように過ごしましょう。私はでもいいです。黒歴史だろうがなんだろうが、見てる人が楽しいなって言ってくれたらもうね、それは幸せです。はい、今日はこんな感じです。むっちゃ喋りましたね、風邪ひいているくせに。ハニージンジャー美味しい。ほら、声がちょっと出るようになるよね。ちょっと今意識したはい、じゃあ今日はねこんな感じです。下には大声動画が撮りたいです。私が神様お願いします。で、皆さんここまで付き合ってくれてありがとうございます。ここ最近ちょっとイレギュラーな動画続いちゃってますね。動画を待ってくれてる人がなんもないよりはいいかなと思って、できるだけ動画を出したいんですよね。編集はね今できますからね。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。